皆さんこんにちは。 STI 広報宣伝の篠田です。 Anytime with STI パーツ学園へようこそ。前回のパーツ学園ではフレキシブルパーツ、これを辰巳監督に解説してもらいました。そして今回はエアロダイナミクス、空力ですね。ところでこの施設、今どこにいると思いますか？実はスバルの関係者でもなかなか入ることのできない特別な施設につながる通路です。エアロダイナミクスっていうと空気の流れになりますので、なかなか目に見えるものではありません。これを皆さんと一緒に実際に見えるようにして学んでいきたいと思います。それでは行きましょう。柏井君、どうもどうも。こんにちは。こんにちは。準備できてる？バッチリです。いいね。ここはとある実験をする場所なんですけれども、皆さん何をやる場所だか分かりますか？知りたいですよね。ですが、ここで一回エアロパーツ、空力とは何なのかっていうのをおさらいしていきたいと思います。STI の求めている姿として、まず運転がうまくなる車、楽に簡単に楽しく走れるっていうものがあるんですけれども、それをフレキシブルターバーとか保護パーツ同様にエアロもそのように走れるような設計思想を持って設計しています。空力っていうものがあると思うんですけれども、どういうものかっていうと、ある程度の速度で走っている時に車にかかる空気の力になります。こちらにすごくざっくりなんですけれども、車の絵を描かせていただいて、こちら向きに走っていると想像してください。でそうなると風がこっちの方向から来る形になります。その風によって車が受ける力を上方向と車の進行方向と逆の方向に分けた力が発生します。上向きの方の力をリフト、後ろ向きにかかる力をドラッグ、空気抵抗と呼んでいます。このリフトとドラッグの大きさといろいろ大きさが変わる要因があるんですけれども、まず一つが車の速度。車の速度が大きくなるにつれて2つの力は大きくなります。もう一つはこう車を前から見た時のこの面積の大きさですね。これが大きいほど抵抗とか揚力は大きくなります。そこでまず揚力が発生する仕組みについても説明しないといけないと思うので、例としてこの車のウイングの断面をここに書いてみます。ウイングの断面っていうのは飛行機の羽を上下逆さまにしたような形になるんですけれども、こう下側が少し膨らんで上側が少しへこんでいるような形になります。で空気の流れ、こちらから来るんですけれども、どのような空気が流れるかといいますと、こう下側を通っていく空気っていうのはこう羽の形に沿ってこういうふうに動いていきます。でそれは上側も同じでウイングに沿って流れていくような形になります。なんですけれども、この下を通った空気と上を通った空気で速度が変わります。この下を通った空気っていうのはすごく流れが速い空気になります。逆に上側を通った空気っていうのは遅い空気になっていきます。この速く遅い空気の差ができることによって今度圧力っていうものが変わってきます。空気が他の物体を押す力とでも思ってください。流れが速いところっていうのはこの部分の圧力っていうのがすごく小さくなります。逆に上側の部分は圧力っていうものが大きくなります。この圧力の差でどういう働きが起きるのかというと、
大きい方から小さい方向に押す力が働くんですね。こういうふうに。なのでダウンフォースが発生する仕組みになっています。ちなみにこれを逆さまにすると上向きの力が働いて、これが飛行機の飛ぶ仕組みにもなっています。で、実際車どういうふうな状態になっているかっていうと、今速い遅いというふうに書いてあるんですけど、実際は全く逆になっています。床下の部分っていうものは、地面が近かったりエンジンがいたり、フラーがいたりすることでかなり流速は遅くなっているんですね。なおかつ車の形っていうものは上に膨らんだ形になっているので、これがこのウィングをひっくり返したような形、実際問題かなりリフトが働いているというものがあります。でこのリフトっていうものは先ほど説明したと思うんですけれども、速度が上がることによってどんどん上向きの力が上がっていってしまう。車では出せないほどめちゃめちゃ速いスピードを出すと実際飛んでいってしまうような形になるんですね。でそうなった場合、タイヤにかかる荷重っていうものがどんどん薄くなっていってしまうというものがあるので、 STI としては床下の流れを理想で言えば床を速く上を遅くのような状態にしてリフトを減らしてあげるというものを目指しています。モータースポーツも市販の車も基本的に求めているものは同じになります。スーパー GT の方の車両なんですけれども、まず行われるサーキットの種類が比較的整備されて、路面がきれいで高低差もあんまりないようなサーキットを走ることになるので、できる限り床下を使ってダウンフォースを稼ぎたい。こちらの画像がスーパー GT の車両の床下をこのふうに映した絵になっていて、この青い部分でダウンフォースを獲得しています。かなりフラットな状態にして流れの速度を上げている。ニュルブルクリンクの方なんですけれども、まずこちらのサーキットっていうものがかなり路面の起伏が激しかったり、路面が荒れている、高低差もあるので車の姿勢の変化がすごく大きいんですね。ざっくり言うととんがり跳ねたりする。こちらがニュルブルクリンクの床下の画像になるんですが、ここが塞げないっていうものになります。なんでかっていうと、飛んだり跳ねたりすることによって地面との関係がかなり変わる。ダウンフォースを安定して獲得できない。でもう一つは24時間走りますので、配管の類がかなり熱くなってここを塞いでしまうと熱がこもって車が壊れてしまうということになってしまうので、車を冷やすためにここはカバーをせずに開けるようにしています。なんですが、これでもダウンフォースはできる限り獲得したい。でなおかつ抵抗はかなり減らしたいというものがあるので、前方の前の領域とあと後ろの領域だけカバーをつけて前後バランスを取りつつダウンフォースを獲得しているということになります。この2つの画像を見て分かってもらえると思うんですけれども、前と後ろでダウンフォースのバランスを取っている。それは市販車にも共通するものだと思っています。新型レボグっていうのがその量産の状態でもかなり床下の流れの状態がいいものになっています。モータースポーツの方では大きなウイングがついていたりだとか、かなり前端が突出しているような形になっています。市販としてもすごく派手なウイングをつけたりバンパーの前を伸ばせばダウンフォースっていうのは稼ぐことができるんですけれども、果たして普通の道を走っているところでここまで大きいスポイラーをつけたりここまで長いフロントスポイラーをつけて本当に気持ちよく走れるのかというものを STI としては疑問に思っていて、見た目というところも大事なので、レボーグとして全体の空力バランスを取るという意味ではこういうふうに量産の空気の流れを使ってあげる。できれいに流してあげて前後のバランスをうまく取る、タイヤへの荷重ですね、それを均等にかけてあげるというものを心がけています。そこでどういうふうにするかというと、基本的には床下を使ってあげるようなパーツの設定をしています。でそれがこのフロントアンダースポイラーの形に現れているんですけれども、ここの真ん中の部分が
サイドの部分と比べて持ち上がるような形になっています。そこにも隙間があると思うんですけど、そこにたくさん空気を入れてあげるというのがまず一つと、あとこのフロントアンダースポイラーの断面にも着目してもらいたいんですけれども、今までのフロントアンダースポイラーの形っていうのがこう先端が下にあって、このような断面になっているんですね。で今回の新型レボーグのフロントアンダースポイラーっていうのは、ここの先端がより上になってこういうような形になっています。この違いが何を生むのかっていうと、ここの流れが来た時に、こういうふうに同じように流れていくんですけど、流れの速度の上がり方っていうのが変わります。難しい言葉で言うとベンチュリ効果っていうんですけれども、この地面を足してあげると分かりやすいと思うんですけれども、ここのカーブの付け方の具合でも流れの速度の上がり方っていうのは変わるので、上の方から空気を取り入れて速度を上げることによって新型レボーグの床下を速い流れできれいに流してあげるっていうのを心がけています。フロントアンダー以外の例えばサイドアンダースポイラー、リアサイドアンダースポイラー、リアアンダースポイラーというものがあるんですけれども、そういったパーツに関してはこの速く流してあげた空気をよりきれいに直線的に流してあげるという効果があります。他にもルーフエンドスポイラーという車のルーフのところにつけるスポイラーがあるんですけれども、フロントアンダーをつけたことによってかなり流れが加速されて、フロントでかなりダウンフォースが出るというものがあります。そこで多少バランスが前寄りになってしまうので、ルーフエンドスポイラーでルーフの流れを変えてあげることによってリアのダウンフォースを効果を得るっていうものと、同時にルーフの流れを変えてあげることによってさらに床下の流れがきれいに流れるということもあるので、スポイラーセットで床下をきれいに流してあげるっていうものがあります。最後にスカートリップっていうパーツもあるんですけれども、これも今までのスカートリップっていうのはスポイラー全体にリップを通してあげる形になっているんですが、今回はこのセンター部はスカートリップを設定しない、ここのサイド部分だけリップを貼って、フロントの真ん中に流れる空気はそのままきれいに流すなんですけど、サイドはスカートリップを設定することによってまっすぐ見てもらえるとタイヤが見えているのが分かると思うんですけれども、タイヤに当たる空気って結構乱れて抵抗になってしまったりリフトになってしまったりするので、そこをあえて塞いであげることでタイヤに当たる空気を減らすことによって、このスポイラーたちつけると抵抗もちょっと悪くなってしまうので、それを補填するような形で抵抗を減らしてあげる、またタイヤにかかるリフトも減らすというような働きもこなしているので、セットでつければかなりフロントの効果も上がりつつ全体として効果があるような形になっています。いかがでしたか？ STI が考えるエアロパーツの役割、そして4つのタイヤに正しく力を伝えて操縦安定性を高めていくというやり方、ご理解いただけたでしょうか？それでは早速ですね、実験の状況を見ていただいて検証を見ていただきたいと思います。それでは柏井君お願いします。お願いします。このオペレーションの雰囲気ってかっこいいよね。そうですね。画面が並んでて。並んでてね。で、実際どういう操作をして実験を開始するのか、簡単に説明してもらえるとありがたいです。この状態からだと今風速、時速50キロ相当の
風を流します。でなるほど。風速を設定して風流します。もうスモークがもう黙々と立ってますね。はい、流れてきた流れてきた。うわ、すごい風速。なんか時速50キロっていうとそんなでもないかなと思ったけど、結構風やっぱ当たってるんですね。そうですね。すごくボディに沿った感じにやっぱり流れていくんですね。これはすごいわ。なんかこうリアのテールのこうなんていうの、ボルテックスでジェネレーターでしたっけ、はい、あれが綺麗に整流して後ろに流してるのよくわかりますね。はい、そうですね。あれってついてなかったらもうちょっと手前で、そうですね。車体に近いところで空気が乱れ始めるのがつくことによってより遠くで、はい、乱れているのが見えると思います。なるほどね。下の方のフロントアンダーの効果とかって見ることできますか？はい、煙下の方にお願いします。本当だ。真ん中のフロントアンダースポイラーの真ん中のところから積極的にこう空気を、走行風取り込んで結構きれいに後ろの方流してってるんですね。そうですね。綺麗に吸い込まれてリアから出てくるのが見えますよね。本当だ。天気悪い日とかって結構リアゲートのところとかドロドロになるじゃないですか。あれってやっぱり巻き上げて、リアゲートの近くに泥が飛び散るみたいな感じになると思うんですけど、多分リアアンダースポイラーとかつけてれば空気の渦がもうちょっと後ろになるから、汚れとかも結構少なくなったりするのかな。そうですね。そういう効果もあるかもしれないですね。すごい本当に綺麗に吸ってるね。これで前後のバランスとかを数値化して、実際にスポイラーの角度変えてみようかとか、大きさ変えてみようかみたいな設計の変更とかをしたりしてますね。今回レボーグ用のエアロでなんか苦労したものってあるの？やっぱりダウンフォース出過ぎちゃっていて相安性良くない、応答性がちょっと悪いっていう現象もあって、そこの微調整をして今の製品になっているっていう感じですね。つまりまっすぐ走るのはいいけどコーナーリングがちょっと不安定みたいな。そうですね。ハンドルを切った時にちょっと動きが遅れていたりとか、微小打で全然動かない車になっちゃってるっていうところもあるので、そこはしっかりまっすぐ走りやすくて、応答性もしっかりいいっていうのを目指してやってますので。なるほどね。結構そういうバランス取るのって難しいでしょ？そうですね。今回のレボーグ特にベース車がすごいよくできているので、それをスポイルしないようなのを心がけてやりました。なるほどなるほど。計算だけじゃなくて何回もねやり直したりっていうのも大事ですからね。そうですね。風洞と実際走ってのフィーリングっていうところで両方やりながらパーツを作ってるっていう感じですね。なるほど。こうやってね実際空気の流れってなかなか見られないものなんで、スモーク焚いて可視化してみるとどれだけの効果があるのかなっていうのはよく分かってやっぱ欲しくなるね。そうですね。見てもらえてよかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。また頑張って。はい。ありがとう。煙 OK です。風止めます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。なかなか関係者でも入れないこの特別な施設、ここで STI のエアロパーツどういった思想で作られているのか、どういう効果があるのかっていうのを解説していただきました。確かに車って空気意外と強く当たっていて、上側にも下側にも横にもですね、きれいに空気を流して走ることでより安定してまっすぐ走って、ハンドルを切った時もしっかりと
タイヤが4つとも路面にくっついて素直に走る。まさかねエアロパーツにそういう効果があるって思われた方あまりいなかったんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもドライビング中に風を感じていただきながらどういうふうな車の動きをしているのかっていうのを楽しんでみてはいかがでしょうか。さて続いての Anytime with STI パーツ学園ではマフラーを特集したいと思います。今度はエキゾースト関係になるんですけれども、どのような構造で作ってあってどんな効果があるのか、こういったものを掘り下げていきたいと思います。では皆さんまた会いましょう。